あなたのような人がね、女性の価値を下げているのよ。わかっているの？突然の女課長の言葉に、私は意味がわからず首をかしげる。それが勘に触ったのか、さらに怒りを爆発させた。あなたが目障りで仕方ないわ。女課長が掃除道具のバケツを蹴り上げ、私を睨む。私は状況が飲み込めず、恐怖で固まった。何をしているんだ。そこへ響く社長の怒声。突然の社長の登場にしどろもどろになりながら言い訳をしようとした課長だったが、彼女のこと、君は知らないのかね？社長の口から語られた話に、課長はどんどん色を失っていった。私は井出ほのか、24歳。清掃員のバイトをして暮らしている。清掃先は大手企業の地方支社で、家からも近い。同年代のバイトの人はほとんどいないけれど、パートの人たちがとても優しく教えてくれるので、毎日楽しく仕事をしていた。仕事に慣れ始めた頃、男性社員の方たちが優しく声をかけてくれるようになった。最初は励ましや頑張りを褒めてくれる言葉を純粋に喜んでいたけれど、だんだんと雲行きが怪しくなってきたと感じ始めた。若くて可愛いね。若い子が掃除してくれてると思うと仕事も頑張れるな。素直だね。やっぱり女の子はそうでなくっちゃ。少し踏み込んだような会話が増えてきて、私は苦笑いを浮かべるしかなくなってしまう。決して悪気のある発言ではないことは分かっているのだが、それだけにどう対処したらいいのか分からない。ある程度はパートの女性たちがシャットアウトしてくれていたが、さすがにそれも毎回ではない。もっと自分で上手に対処しなければ、と思いつつ、毎日真面目に働いていた。男にこびるのがうまいのね。え？だけど、そんな私の気持ちが通じない相手もいる。背後から聞こえてきた声に驚き、モップがけをしていた手を止めて振り返ると、パンツスーツ姿の女性が颯爽と立ち去る後ろ姿があった。夏川美里さんという女性の課長だ。男性社員の方がたまに、顔は綺麗なんだけど、性格がおっかないという話をしている女性だ。まだきちんと話をしたことはないが、私も苦手意識は持っている。今のようにすれ違いざまにチクリと嫌味を言われるからだ。廊下で顔を合わせた時に睨まれることもある。こびてるつもりはないんだけどな。夏川さんにはそんな風に見えているのだろうか。きっと夏川さんは私のことが嫌いなのだろうが、まともに喋ったこともない相手からそういう態度を取られるのは少し怖い。夏川さんが会議室で発言している姿を初めて廊下から見かけたときは、仕事ができる女性としてすごくかっこいいと思ったのだが、私はなるべく夏川さんと関わらないように、廊下で見かけても最低限の挨拶でやり過ごすか、別の方向へ移動し、避けることにした。そんなことを続けていたある日のこと。廊下の窓を拭き掃除していたとき、前方から夏川さんが歩いてくるのが見えた。いつものように空気のようになって避けようとしたのだが、どうも様子がおかしい。夏川さんは眉尻をつり上げ、口をへの字に曲げて歩いている。かなり不機嫌そうなのが遠目にもわかった。夏川さんは廊下を早足で歩いていたが、私が視界に入るなり、私の方へ一直線にずんずんと向かってきた。間近に迫ったその表情は鬼のように怖かった。恥ずかしくないわけ？夏川さんは私の目の前で立ち止まり、苛立ちのこもった声でそう言う。
私は意味がわからず、ポカンとしてしまった。私が想像していた反応をしなかったからだろうか、夏川さんは眉をさらに吊り上げる。あなたのような人がね、女性の価値を下げているのよ。わかっているの？女性の価値ですか？夏川さんの言っている意味がわからなくて、私は拭き掃除をしていた手を下ろし、首をかしげた。ただ私は掃除をしていただけなのだが、女性の価値を下げるとはどういう意味だろう。だが、私のそんな反応を見て、夏川さんは馬鹿にされたとでも思ったのかもしれない。夏川さんはキュッと唇を噛むと、さらに大きい声を放った。たかが清掃員のくせに、そんな仕事をしているから舐められるのよ。私はあなたが目障りで仕方ないわ。恐怖に体が固まる。どうしてこんなにも怒鳴られているのかわからない。私はいつも与えられた仕事を真面目にこなしてきたつもりだ。舐められるような仕事はした覚えはないのだけれど、夏川さんにとっては不快だったのだろうか。ごめんなさい。夏川さんの気持ちがよくわからなかったが、とりあえずこの場をやり過ごさなければと謝る。だけど、そんな気持ちが透けて見えてしまったのか、夏川さんは苛立ちから舌打ちをこぼした。そして、うっとうしいのよ。私の真横に置いてあった掃除道具のバケツを蹴り飛ばす。カランカランと廊下に転がっていく掃除道具。他の通行人に当たらなかったことだけが救いだ。夏川さんの突然の行動に私は驚いて目を見張った。夏川さんはバケツを蹴り上げたことでどこか満足げな表情を見せていた。通りすがりの社員さんたちもまた驚いた顔でこちらを見ている。だが誰も夏川さんと私の間には入ろうとはしない。この空気の中、私たちの間に入ることは簡単ではないだろう。私もどうすればいいのかわからず、ただ固まるのみだった。その時だった。何をしているんだ、君は。大きな声が廊下に響く。ちょうど向かいの会議室から出てこようとしていた社長が顔色を赤く染めて驚いていた。そして私と夏川さんの間に入り、夏川さんに向かって今度は落ち着いた口調で話しかける。夏川くん、君は自分が何をしたのか分かっているのか？いえ、社長。突然の社長の登場に夏川さんは目に見えて動揺していた。社長は夏川さんの様子を見て小さくため息をつくと、くるりと体を翻して私を見る。井出くん、怪我はないか？はい。私は大丈夫です。え？社長、この子を知っているんですか？私を気遣う社長の様子を見て、夏川さんの目が見開かれる。混乱の色が見える表情を横目に、社長はこくりとうなずいた。夏川くんは知らなかったのかね？井出くんは、もともと本社で正社員として採用していた人材だよ。本社ですか？驚きの声を漏らし、夏川さんの表情から色が消える。口元は半開きで、私と社長を見ていたが、その首はゆるく横に振られていて、否定したい気持ちが見えた。彼女のおばあさんが要介護となってしまったから、残念ながら1年で退社することになってしまったのね。社長は眉を下げてそう言うと、蹴り飛ばされた掃除道具を拾い上げた。
社長の言う通り、私はもともと清掃員としてではなく、本社で正社員として働いていた。しかし、祖母が階段から転倒し、介護が必要となったのだ。私は両親を早くに亡くしていて、育ててくれたのは祖母だった。今度は私が祖母を支える番だと、介護のために1年勤めた会社を辞めたのだった。最初は家から近い家への移動を進めたんだがね、正社員だと自由な時間が少ないから、と、彼女は退社を希望したんだ。残念そうにそう言ってくれる社長に、私はうつむきながらもうなずく。そう、1年前のあの時、社長は私のことを考え、いろいろな提案をしてくれた。だが、やはり介護というのはそう簡単な話ではなくて、結局仕事を辞める決断をしたのだ。夏川さんは黙って社長と私の話を聞いていた。その時ちょうど清掃員のパートを募集していて、彼女はそれに応募してくれたんだよ。夏川さんは衝撃を受けたような顔で私を見た。パートならば、まだ正社員よりも自由になる時間があると、これも社長が提案してくれた案の一つだった。だから、私は今こうして清掃員の仕事をしている。君が何に苛立っていたのかは知らないが、彼女には彼女の事情がある。わかったかね？社長の諭すような優しい言葉に、夏川さんは小さくうなずいた。申し訳ございませんでした。複雑な心境が見える表情で、とても小さい声でつぶやくように言う。まだ気持ちの整理がついていないことが伝わってきた。私は、いえ、もう大丈夫です。とだけ言って、ぎこちなく笑う。なんとなくだけれど、夏川さんにも事情があるような、そんな気がしたからだ。夏川さんは、私が素直に謝罪を受けたことに少し驚いていた。でもすぐに再度頭をペコリと下げて、残りの掃除道具を拾い上げると、そのまま来た道を引き返していった。社長はまだ眉を8の字にしていたけれど、私にすまなかったねと言って、その場を後にする。私は夏川さんがいた方向をしばらく見つめていた。そんなことがあってから1ヶ月が経とうとしていた。その日はバイトが休みの日で、祖母と両親のお墓参りに行く予定だった。まだ足元がおぼつかない祖母にぴったりとひっついて、家からそう遠くない墓地までゆっくり歩いていく。なんとか両親のお墓の前までやってくると、私は祖母にそこで待つように言い、柄杓とバケツを用意するため、近くの手洗い場まで向かった。井出さん？手洗い場に到着すると、先客がいた。それは夏川さんだった。夏川さんの隣には年配の女性がいて、母よ、と紹介してくれた。慌てて頭を下げて挨拶し、同じ会社で清掃をしていることを告げると、夏川さんのお母さんはにこやかに笑ってくれた。そして、私が祖母と墓参りに来ていることを知ると、それじゃあこの後、一緒にお茶でもいかがかしら、と誘ってくれた。それに私と夏川さんは、思わず顔を見合わせる。会社での騒動があって以来、夏川さんは私を避けている節があった。かくいう私も、どんな顔をして夏川さんに会えばいいのかわからず、なるべく夏川さんのいるフロアには行かないようにしていた。一緒にお茶をするのはあまり気が進まなかったが、
夏川さんのお母さんがぜひというので思わずうなずいてしまう。夏川さんは何も言わなかった。それからお墓参りが終わると、私たち4人は墓地からそう遠くないカフェに移動した。2人で一緒に座ったらどうかしら。私たちはこちらでおしゃべりしてるから。カフェに入ると、祖母と夏川さんのお母さんに提案された。突然のことに驚いていると、祖母が私を見てにっこりと笑う。それを見て、私と夏川さんの間に流れる微妙な空気を察して提案してくれたのだと分かった。夏川さんも拒否しなかったため、私と夏川さんは二人で窓側に置かれたテーブルに腰をかけることにした。座ってしばらくの間は、お互いに口を閉じ、うつむいていた。夏川さんが重々しく口を開いたのは、注文したコーヒーが届いた直後だった。井出さん、本当に今までひどいことをしてごめんなさい。謝って許されることではないと思うけれど、謝罪をさせて。これまでの暴言や態度について改めて謝罪をされた。その姿は先日までの怒りに震える夏川さんの姿とは打って変わり、とても憔悴しているように見えた。いえ、もう大丈夫ですから。けど、もしよければ教えてください。どうしてあんなことを。夏川さんが誰よりも必死に仕事をしている姿を何度も見ている。清掃の合間にしか見られない私が何度も目撃しているのだから、きっと夏川さんは常に努力をしている人なのだ。そんな夏川さんが理由もなしに人を罵倒するとは思えなかった。夏川さんは顔を一瞬背けたけれど、すぐに私に向き直り、ゆっくり話し始めた。私は入社した頃からずっと周りの男性社員から女性として舐められているのが耐えられなかったの。みんな同じ条件で仕事をしているはずなのに、女だからいいよなって言われるのが嫌で、ずっと気を張っていたわ。少し昔を思い出すように遠い目をする。私は相槌を打ちながら夏川さんの話を聞いた。清掃員をしている時のあなたが他の男性社員に絡まれているのを見て、弱い女性の象徴のように見えて気に入らなかったの。昔の自分と重なったのかもしれないわね。私も男性社員の方に若くていいね、などと言われているときはどう反応すればいいのかわからなかった。だけど、そのおどおどした姿が今までずっと最前線で仕事を頑張っていた夏川さんからすれば、男の人に媚びているように見えたのかもしれない。社長から聞いたわ。あなたは名門大学を卒業しているそうね。それなのに、ご家族のために会社を辞めて。私には真似ができないわ。それくらいすごい選択だと思うのよ。それは祖母が私を支えてくれたから、今度は私の番だと思っただけですよ。それは誰にでもできることじゃないわ。私も昔、父の介護のために仕事に制限がかかったことがあったの。もちろん家族ならそうして当然だったのでしょうけれど、それで昇格の機会を逃してしまったわ。夏川さんの表情は暗く、どこか悔しそうにも見えた。介護で自分の時間が制限されてしまい、自分の思い通りにならない気持ちはとてもよくわかる。私は父に足を引っ張られたと思った。最低な人間でしょ。夏川さんが自分のことを卑下し、卑屈な笑みを浮かべる。だけど、
私は決して夏川さんが冷たい人間だとは思わなかった。私も夏川さんの立場ならそう感じていたかもしれません。私には祖母が唯一の肉親でしたし、就職してまだ1年目だったんです。会社で積み重ねてきたものがなかった。だから、あっさり辞める決断ができたんです。自分を責めている夏川さんの気持ちが少しでも晴れてくれたらと、私は必死で自分の思いを伝えた。私はずっと夏川さんを羨ましいと思ってました。同じ女性としてかっこよかった。私なんかよりも夏川さんの方がすごい人ですよ。テーブルの上にあった夏川さんの手にそっと自分のものを重ねた。そう、男性社員の中に混じる夏川さんはとてもかっこよかった。自分もあんな女性になりたいと思っていたのだ。わずかだけれど、夏川さんの手は震えていた。夏川さんはふるふると首を振って何か私に伝えようとしていたが、言葉にする前に夏川さんの目から涙がこぼれてきた。ありがとう、井出さん。なんとかそれだけ絞り出すように夏川さんが言う。そんな夏川さんの姿を見ていたら、私まで目が潤んでくる。夏川さんの本当の気持ちを知ることができて、私は嬉しかった。その日を境に、私と夏川さんは一歩踏み込んだ間柄になった。ほのかちゃん、今日も可愛いね。仕事頑張って偉いね。廊下を掃き掃除していると、いつものように男性社員がニコニコと笑いながら近寄ってくる。仕事ぶりを褒められるのは嬉しいが、きっと純粋な気持ちではないのだろう。いつものように反応に困っていると、男性社員の後ろから黒いスーツの夏川さんが見えた。あなた、若い女の子の仕事を邪魔する余裕があるのね。おじさんを相手にして彼女が困っているのがわからないの？夏川課長。これは、夏川さんが腰に手を当てた仁王立ちで男性社員を叱責する。男性社員は夏川さんの姿を見ると即座に私から離れた。言い訳はいいわ。そのことについては後でじっくり話しましょう。そう言って夏川さんは私と男性社員の間をすり抜けていく。すれ違いざまに私へ軽くウインクをした。そんな夏川さんを見て自然に笑みがこぼれる。やっぱりかっこいいなぁ。夏川さんとは親しくなれただけでなく、お互いを尊敬し合える関係になったと思う。とはいえ、尊敬する部分は私の方が多い。働く彼女の姿はまさに憧れの存在だ。頼ってばかりいないで、私も夏川さんのようにかっこいい大人になれるよう努力していきたいと強く思う。